はい、カピバラオートサービス代表です。今日もですね、圏央道に乗ってちょっと変わった場所を行ってみたいと思います。情報によりますと、古いトンネルが山の上にあるということで、かなりふんわりした情報なんですけれども、確認しに行きたいと思います。すでに車両は通行止めらしいんですけれども、人はね、歩いて入れるらしいんで見に行ってみましょう。はい、高速を降りまして、これはなかなか、これ東京都ですからね、制限速度30キロのくねくねした道の今脇を走ってますね。徐行、この先ギャラリーコーナーありの看板がありますね。後ろの軽自動車に煽られてんだけど、ムーブかなんかに。道悪いし、すげえガタガタ。先に行かせよう。ムーブに煽られた。あれピクサーじゃねえかよ。あれ道が分かんない。あれちょっと待って、地図見るわ。さあ、噂によるともうすぐですね、トンネルへの入り口となる、旧道っていうんですかね、旧道の入り口があるはずなんですけれどね。N システムがあった。やばい、 N システム通り過ぎた。この時間に俺がここにいたことがバレてしまう。公安にバレてしまう。あれ、この先なんか急に行き止まりだな。180メートル先完全通行止めってなってるけど、どういう意味だろう。ちょっと確認しに行かないわけにはいかないな。じゃあちょっと降りて行ってみましょう。到着しております。スカイラインの方はですね、廃道仕様になっておりまして、車高もちょっと車高高になってますね。廃道仕様で行きましょう。しばらくはこの先完全通行止めっていうのはどういう意味なんだろうな。ちょっとこの先行ってみないとな。なんか早くも不思議な液体が、これ何ですかね。ガソリンですかね。でもなんであんな車が入れないようにしてあるんですかね。こんな広くていい道なのに。この先やっぱ見ないわけにいかないでしょう。さすがに熊とか変な虫とかはいないでしょう。これだけ寒けりゃ。熊冬眠してる説あるよ。ビビった。焦らす。あと焦らす。向こうが焦ってる。ガードレールなんかは完全にもう木がガードレールと一緒になって木がガードしてますね。でもアスファルトで舗装されてるはずだから、こんなとこから入るはずがないのに、こんなとこから木が生えるという謎ですね。センターラインとか、やっぱ道路の移行がラインがあります。やっぱりここは大通りだったわけですね。しかもあれだ、これ道幅が広いのは真ん中がこういうデザインだからか。車両通行止めですね。車両通行止めって言ってもこれ開いちゃうんじゃないのこれ。錆びついてるけど、なんかチェーンとかロックみたいなのはないっすね。心拍数が上がってくるエリアに入ってきました。これ行くのかよマジで俺。ネズミだ。ネズミが絶命している。起きてくれ。なんでこんなところで。手を合わせておきましょう。山道っていうのはこう登っていくと、その頂上にね、普通はトンネルがありますね。トンネルを掘るのって建設費がすごいかかるじゃないですか。だからその建設費を圧縮するために、なるべくトンネルの区間を短くする必要があるんですよね。でトンネルの区間を短くするっていうことは、こう山の登りに登りきって、やむを得ずトンネルを掘るっていうギリギリのところまでこう高さを稼いでトンネルの距離を短くするっていう、本当に山の尾根の向こう側に抜けるぐらいのトンネルを掘るっていうのがコストを圧縮する方法ですからね。ガラスの破片が結構散らかってるな。なんですかね。普通に飲み物の瓶かな。これワンカップとかの瓶かな。ワンカップ、大関とかさ。昔車が通ってたとは思えないぜ。だからセンターラインもあるもんな、ちゃんと。なんかこの先にある噂のトンネルはやばい気がしてきたな。
おお、鳥焦らす。音が聞こえんだよな。なんかさわ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 。なんかあるよ。しかも割り箸そんな汚れてないぜこれ。手ぬぐいみたいなのが落ちてんだ。ここなんか管理用の車両が通ってるとは考えにくいけどな。あ、違うな。これなんかタイヤの跡あるんだろ。こここれタイヤの跡だよな。軽自動車ぐらいの。あれ車両通行止めなだけで人入れんだよね。標識の意味としてはね。やっぱこの重大な犯罪に関わってる人がたまに来るのかもしれませんね。鳥焦らす。木の上でカサカサやってんだけど。鳥焦らす。カーブミラーなんか映っちゃってたりしないよね、あのカーブミラー。大丈夫だね。クーラーボックスが落ちてる。あれはクーラーボックスだろう。この辺であれだろ、ヤマメを釣った人のクーラーボックス、釣ってた人はどこ行っちゃったんだろうな。この辺の擁壁がすごいレトロな擁壁ですね。この辺も切り崩してこう道幅を拡幅したんですね。この辺も全部そうですもんね。かなり古めかしいレトロな擁壁で、あそこは銃弾が撃ち込まれてますね。重大な犯罪に関わってる人がこう何かを運びに来るんでしょうね。なんか自転車のやっぱりあれだな、タイヤの跡みたいなのがところどころありますね。チャリで飽きてんだな。バイクと車が進入禁止って書いてあったからね、軽車両は大丈夫なんでしょうね。謎のカーブミラーが2連でありますね。なんだこれ、カーブミラーが2個連続である。しかもなんか電源がありますよ。電源が、あ、トランスがあると思ったら、やばくね。すげえ静か。ああ、出口見えるからこれいいけど、100m もないぐらいですかね。両脇はやっぱ古めかしい擁壁で固められてますね。しかもこれ上行けるぞ。これ昔の人が作った擁壁、これは踏んじゃうのよくないだろう、ね、昔の人が苦労して作ったトンネル。あれ、これはセンサーだな。明かりセンサーだな。これ照度センサーでしょ。なんでこのところに照度計があるんだ。おお、びっくりした。酒飲んでんな誰かここで。コークハイボールみたいな。これはタバコの空き箱ですね。これまたいい雰囲気出てますね。これの雰囲気たまんないでしょ。これこの雰囲気、あ、ムーンって音がしてる。ムーンって音がしてますね。冷却ファンかな。ムーンって音がしてますね。トリスクラシックがありますよ。トリスクラシックが。花束とかやめろよマジで。花束とかやめろよマジで。マジでやめろって。花束とかやめろよ。おい。いたずらにしちゃ度が過ぎんだろうがよ。おい、花束とかやめろよマジで。こっち側のレンガ作りですね。花束はマジでやめろ。花束やめろよ。ちょっと進んでみましょう。はい、今引いた絵はこんな感じです。出口側から今振り返って撮ってます。
やっぱりこの山の尾根がやっぱり急だから、やっぱここに穴開けて向こう側に通り抜けるしかなかったんですね。あなたはやめろ。いやー、いたずらだろ、あれ。いたずらだよな。いたずらだと信じたい。あー、テンション下がるよ。マジかよ。ドルさん。あ、ドルさんが置いてったのかな、あれ。人とすれ違ったんだけど。マジかよ。まさか重大な犯罪に関わってる人じゃないよな、あれ。いや、なんかこっちの方日当たり良くて、なんか落ち着くわ。噛んじゃった、怖くて。ところどころやっぱり道路だっていうのが分かる、こうちゃんとしたラインとか出てくるとちょっと安心しますよね。いや、でも人とすれ違ったらやめてよ。トンネルの中ですれ違ったらやばいよ、マジで。あれ、うわーみたいな。トンネルの中に人影あんだけどみたいな。俺もね、失神しちゃうよ、そんなの。カサカサするのやめろよ、落ち葉。鳥の足音だと思うんだけど、意外と落ち葉の上鳥が歩くとね、結構大きい音出るんだよね。あ、なんか人の気配が、民家が見えてきた。ああ、無事に探索をやりきった。あれ、なんすかこれ。なんすか。それは許せないと思います。これなんかああいうのなんて言うんですか、白いやつ。神社とかでよくある。何のためにあんなところに。この恐怖から解放された感じ、安堵感がいいですわ。さあ、だいぶ山を下ってきましたね。もう原道の走る車の音が聞こえますね。この辺はなんかガードレールがすげえなんか緑に塗られてるんですけど、周りの景色と調和を図るためにわざわざ緑に塗装したんですかね。この辺はちょっと谷になってんのかな。ここは谷というか沼になってますね。ここ盛り土して向こう側に渡るような形になってますね。ここは沼みたいになってて、多分この竹が生えてるでしょ。竹が生えてるところっていうのは湿気が多いところですね。土に含まれている水分量が多いところは結構竹が群生してますね。監視カメラ作動中か。どっか監視カメラとかあったのかな。それともはったり看板なのか。こちら側が反対側の行き止まりですね。で、ちゃんと人や自転車が行き来できるように、この横がちゃんとこういうねなってますんで、決して立ち入り禁止のところに今入ったわけじゃないんでね。お、ノーモア映画泥棒。ノーモア映画泥棒。プリンススカイラインと SR は進入禁止みたいですね。あ、ほら、この大人と子供、大人じゃないな、これ宇宙人みたいなに手を引かれている人間入っていいみたいです。さあ、探索終わりました。振り返ってみると今こんな感じですね。いやー、ここはちょっと怖さはねそんなになかった。で、トンネルも短いし、トンネルも明かりついてるし、そんな怖さはなかったけど、あなたはやめてよ。で、しかも某宮崎トロロさんの事件のトロロ遺棄の現場になったんじゃないかっていう、そういう噂も飛び交っているエリアなんで、なおさら怖いですね。なんか落書きがあれば、リオ参上、柊リオ来たの。この後新しくできた新道ですね。新道というか原道の新しい方のトンネルを通り抜けて反対側に行きましょう。そうするとスカイラインが止まっている場所に出れるはずです。はい、反対側出口来ました。戻ってきました。ここまで。落書きが、あれは何アートっていうんですか。656メートルあるそうです。大林清水組建設共同企業体ということで、要はジョイントベンチャーですね。 JV ジョイントベンチャー。これはあれですね、 1.2 ギガとかマイクロ波のホーンアンテナっていうか、あれですね、ヤギアンテナっていうか。というわけで、戻ってきました。無事探索完了しました。皆さんもこういう場所を地図で見つけて実際に自分の目で確認しに行くと面白いと思います。ポイントはね、こういう新しいトンネルが通ってるそばのこういう謎の脇道ね、
こういうとこちょっと地図で探して行ってみてくださいよ。別に車持ってなくても自転車で行けばいいし。以上カピバラオートサービス代表でした。